今回登るすごろく岳は北アルプスの中心部に位置しています。槍ヶ岳の絶景スポットとしても知られています。岐阜県の新穂高温泉からスタートし、1泊2日ですごろく岳を往復します。このルートの一番の難所は雪渓。標高差 1000m の雪の斜面を登ります。最初は林道を1時間半ほど歩きます。斜面からの雪崩で林道が埋まっている箇所もありました。雪の上を乗り越えます。溶けて硬くなっていました。滑らないよう気をつけて下ります。ここからは雪道になるのでアイゼンを装着。標高差 1000m の雪渓を登ります。雪の上ですが、太陽が出てくると暑くなってきました。この先を登っていきます。今回は1泊2日ということでテントを持ってきています。その分荷物が重たく登りがきついです。でも振り返ると槍ヶ岳や穂高連峰がよく見えました。2時間半かけてようやく登りきりました。ここからすごろく岳までは尾根を歩きます。途中のすごろく小屋でテントを張る予定です。奥には目的地のすごろく岳が見えています。雪がまだらに残っているのも綺麗です。右手に槍ヶ岳を眺めながら進みます。5月上旬ということで雪解けが進んでいました。ところどころ土の上を歩きます。すごろく小屋が見えてきました。すでに他の登山者のテントがいくつか張ってあります。自分たちのテントも設営が完了しました。休憩してからすごろく岳を目指します。冬季休業中のすごろく小屋は雪に埋もれていました。正面の坂を登るとすごろく岳ですが、予定より早いので遠回りすることにしました。足跡のない雪の上を進みます。すごろく岳の山頂手前でライチョウに出会いました。驚かせないよう距離を取りながら観察してみます。いた。灰色はまだ白いようです。ライチョウは夏にかけて黒い羽に生え変わるので、白いライチョウが見られるのは雪山限定です。槍ヶ岳を背景にライチョウを見ることができました。
すごろく岳からすごろく小屋に戻ります。正面に槍ヶ岳を望みながら進みます。この道は天空の滑走路と呼ばれています。テント場に戻ってきました。雪を溶かして水を作ります。夕方にもう一度すごろく岳に登ることにしました。とりあえず腹ごしらえをして時間を潰します。日没が近づいてきました。夕日に染まる北アルプスを期待してもう一度すごろく岳に登ります。登るのに30分ほどかかるので地味にきついです。ライチョウの群れに会いました。目の上が赤いのはオス。鳥類の中でも珍しい草食性の鳥です。昼間に見た個体より羽の生え変わりが進んでいます。5月の下旬には褐色の夏羽に生え変わるそうです。最後にテント場に戻る途中でもライチョウを見かけました。今日の活動はここまで。おやすみなさい。日の出前に出発。ご来光に間に合うよう急ぎます。だいぶ空が明るくなってきました。ご来光には間に合ったようです。あとは下山するのみ。昨日登った雪渓を下ります。きつかった前日の登りが思い出されます。登ってくる方とすれ違うたびに苦楽を共にする同志に思えました。今回は雪山では初となるテント泊でした。一泊したことで夕暮れや日の出前の景色が見られたのが良かったです。ご視聴ありがとうございました。